おはいえなし、ファイナルファンタジー14アナハイムファンフェス基調講演を速報します。盛りだくさんの衝撃発表を現地の雰囲気とともにお楽しみください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。ティザートレーラー流れる白銀のワンダラー、謎の紳士ポーズ、Thank you for coming watching today, Welcome to ファンフェスなんちゃらかんちゃら in アナハイム。はぁ。ここからは日本語でお伝えするので頼もしい助っ人をお呼びします。マイケル・クリストファー・コージ・フォークス、エッホ、エッホ。行月のフィナーレで完結したハイデリン・ゾディアック編ですが、6.1 からじりじり進んできた第2章のサーガ、神なき世界編と言います。さらに物語が加速していきます。8.0 は14にとってどんな拡張なのか、次のステージに向かっていこうと思います。タイトル、エバーコールド、日本語では白銀のワンダラー。発売は2027年1月。あと9ヶ月っていうとゾワッとするんですけど、最大火力でお届けするのでどうぞご期待ください。神なき世界編、ちょっとだけ紹介していきます。今回光の皆さんが行くのは第4世界。7.0 もリリースされてないのにいいのかなって。この第4世界ですが、氷の力によって侵食されています。氷の力によって崩壊しつつある危機的な状況。第4世界に誰とどのように向かうことになるのか、そこで待ち受ける新たな試練とは、ワンダラーの意味とは何なのか、主人公である光の戦士の新たな冒険がいよいよここから始動いたします。まあなんかストーリー紹介と言いながらストーリーについて話せるのはここまでです。なぜならこの物語の導入は 7.5 のメインクエから続くからです。この先ファンフェスで公開されていく情報と一緒にメインクエ楽しんでください。第4世界の状態いろいろ紹介していく。地名とかは全部伏せてます。デザイン見ていろいろ想像してください。開発中のスクリーンショット、超巨大なクリスタルありますね。手前にエーテライトっぽいものがあるからあれは違うものなんでしょうね。向こうの方にはうっすら巨大な建造物あるから。次アップ目にした状態、さすが共造世界。エーテライトの状態もちょっと違う。湖面に浮かぶ船も特徴的ですね。おー、竜の頭のような建造物があります。マップの環境表現も新たなのに挑戦してる。打って変わって荒野のような集落ですね。夕方の雰囲気ですが手前に飛空艇らしきものが。夜のライティングのテスト。打って変わって国境地帯のような。相変わらず奥にも巨大な建物。生活の雰囲気も見え隠れしている。打って変わって地上か地下か。ちょっと街っぽいですね。建物のデザイン見ても今までにない特徴ありそう。巨大な門、外に出るのか中に入るのか、朝焼けなのか夕暮れなのか、ファンタジーと有機デザインがうまくマッチ。世界そのものの制作も順調に進んでます。たださっき氷の力に侵食してるっていうのに、第4世界バラエティ豊かな状態になってるよね。アートワークも見てみよう。巨大なクリスタルあるけどさっきとデザイン違う。建造物の上に庭園なのかな。やっぱり氷の侵食受けてるって言ってんのに火は使える感じがするね。また全然違った真っ黒な衣装のデザイン。竜なのか蛇なのか。川のほとりの小屋。膨大なアートワーク作ってインスピレーションを得て作ってる。機械的。街なのか塔なのかダンジョンなのか。別角度ですけどなんとなく飛空艇いますね。どんな世界なのかますますわからなくなってきましたね。第4世界には世界を徘徊している超巨大魔法生物が確認されている。一体だけじゃなくて何体もうろうろしてる。これがいかなる存在なのか、敵なのか神様なのか、今はご想像にお任せします。街のイメージ。おう、今回かなりファンタジックなデザイン多い。エバーコールドにも複数のプレイヤータウン出る。アップになるとこんな感じですね。これは明らかにマーケットなんでしょうね。またちょっと違った雰囲気の街。穴開いて、光の戦士よく落ちる。綺麗な街並みになってますね。わー、ノータウン、キャット、キティ、これまでにない NPC の種族のようですね。エバーコールドではどんな種族や部族たちとの出会いがあるのでしょうか。これタウンアートやん。第4世界の雰囲気をお伝えするのはここまで。まずはゲーム体験優先。パッチ 7.5 を楽しんで。第4世界の情報は欧州で開発の進捗とともに伝える。続いては Wii、ファイナルファンタジー14そのものがどのように拡張されるのか紹介。なぜ今回ゲームデザインの大幅な拡張に手をつけているのか理由から説明させて。2010年にバージョン 1.0 発売した後、2013年に申請した。1.0 からプレイしてる方いらっしゃいます？めっちゃいる。ARR からありがとうございます。共に歩み続けてきました。全世界でたくさんの方々にプレイいただいている。13年で3500万人に届く勢いになりました。惜しかったんだよね。3480何万人だった。13年もの歳月、申請から数えても皆さんも僕も生活スタイルありました。人生においても様々な変化があったと思う。常に変わらない安心感ってのも大きな魅力だが、同時に避けられないことが一つある。お前が言うなって言うかもしれませんが、13年アラガントームストーン集めてるとさすがに飽きると思う。申請から黄金まで一貫したゲームデザインで変わらない安心感をお届けしてきた。これまでは本当に光の皆さんに成長させてもらったんですが、8.0 は方向を変える。絶対的な飽きから逃れるために変化と進化を作ってこの飽きに対抗していきたい。それを体現していこうっていうのが 8.x シリーズで、いろんなものを変えさらなる面白さを提供する。我々自身がさらにモチベ高く開発していくためにも、皆さんと一緒に探求者になって歩み続けていきたい。実際に見ていきましょう。3回の基調講演に分けてお伝えしていくが、概要は全部お話しする。いきなり登場した画面、キャラクターウィジェットではないこちらの UI、アドベンチャラーアクティビティという新機能 UI、いろいろざわざわしてるんで順を追って説
説明する。まずデイリーからウィークリーに変更する。これまでトームストーン中心にデイリーボーナスが多くあった。効率的に週450個集めようとするとデイリーボーナスが必要になってきて、結果的に一番効率のいい集め方をしようとするとエキルレをひたすら繰り返すってのが続いてきた。エバーコールドからは生活サイクルや可処分時間に寄り添い、ウィークリーでキャラを育てていくというデザインに変更していく。ピュー。この UI をベースにキャラの成長とかギアの管理、コンテンツの攻略、ウィークリーの進捗などを一元管理するのがこの新しい UI だと思って、このデザイン初期イメージなので細かい仕様変更が入る予定なのでご承知おきを。ウィークリーってどういうことかお見せする。ミッションってのがあって週ベースでお好きなコンテンツをプレイしてアクティビティレベルを上げ、装備やギアや報酬を得るのが主。メインクエのコンプは一度きりだが他の項目は同じ週で繰り返し達成するのも可能。自然に14プレイしてると冒険が進み報酬が手に入るって感じにしていきたい。それからこれまで13年間たくさんのフィードバックもらったが、トームストーン450個貯めたら先週の分もやらせてくれってのがあった。今回からはその週に必要なポイントの上限までいったら前の週も貯め直せるようにしていきたい。ビュー。週単位で管理して毎日少しずつでもいいし、たくさん遊べる日にまとめてプレイしてもいいし、寄り添っていきたい。次、アイテムレベルの成長ルートを大きく変える。これまでは大きく分けて2系統あった。一つはレイドの霊式クリアして直接ギアを得る方法。もう一つは修正源の石を貯めて交換する方法。これだと奇数パッチ 7.1 とか 7.3 成長のモチベを感じにくい。これを見直していきたい。あそこによく見るとサベージギアって書いてある。詳細は日本ファンフェスで。仕様が完全にフィックスしないと語れないので詳細は日本で。次、自分が今どの時点にいるのか、どの程度に大幅キャップ解放があるのか分かりやすくするためにも、他のゲームにも採用されているシーズン制を14にも導入予定。エクストラフィー？ノー。ピュー。シーズンパス買ってとかないです。アブソリュートリーノット。ピュー。パッチ単位ってのが新規プレイヤーにとって分かりにくいので分かりやすくシーズンって呼び名にしようってだけです。そもそも装備更新が入る偶数パッチと奇数パッチ合わせて実質1シーズンだったと思う。2パッチに1回を1シーズンと呼ぶって思って、エバーコールドがリリースされたら 8.0、8.1 合わせて1シーズン。パッチの間隔長くなってるけど短くなる努力もする。具体的になったら話すけど。ヒュー。続いてこちら、長く14運営していて感じたのは、プレイヤーの皆さんが自キャラをどれだけ愛してるのかっていうのを感じている。ヒュー。どんな格好してるのか、どれだけ強いのか、どれだけ魅力的に映ってるのかが大事だと思っている。エバーコールドとそれ以降のパッチにはプレイヤーキャラクターの進化、個性作りをゲームデザインのより中心に持っていこうと思う。では進化、変更についてお伝えする。UI 上もポーズ変えたりとかこんな感じ。アーマリーシステムの進化。14のアーマリーシステム、一人のキャラで全てのジョブができるのは大きなメリットなのでそれは残す。ただこれまでは装備とか IL は共通でなくて、ジョブごとに成長させてっていうのが今のアーマリーシステム。新たなアーマリーシステムはジョブのレベルそのものは今まで通り。ただしアイテムレベルは最も高いアイテムレベルの値を他のジョブにコピーできるようにする。マテリアとかサブパラメーターとか究極に強くしたいって考えたらそれぞれのギアを揃えてモチベを両方作りたいってことなので、これまでレイドの霊式をヘルプしたいって時にギア揃わなくてヘルプできないよってあったと思うので、これまでよりプレイしやすくなる。詳細な仕様は今後さらにお伝えする。これまで以上にたくさんのプレイスタイルを許容していく。まだまだ続きますよ。キャラクターアクションスキンという導入します。個性豊かにカスタマイズできるように新たな報酬としてアニメーション用意してキャラをちょっと個性的にカスタムするみたいな遊びを想定している。ただしごめん、これ欧州でサンプルが間に合わないんで。次、グラフィックアップデートを行ったことでシステムの拡張ができるようになった。細かい点が多いです。こんな感じの決められたやつしか選べなかったけどカラーピッカー用意するので今までできなかった色表現が相当増えることになる。アイシャドウあるので見てみよう。目周り全体にアプローチ入れたスクショ、一部装備品、特定パーツのオンオフも導入、鎧以外のスクリーンショットも。8.X シリーズでいろんなカスタムの幅増やしていく。メジャーアップデートに注目してこれまで以上にプレイモチベ上げるように、光の戦士自身を中心としたゲームデザインを加速、システムだけではなくコンテンツも進化させていく。パブリックフィールドの遊びを作ろう思っている。ダイナミックなイベントとかエリアそのものを全体攻略していくみたいな概念。これまでマッチングベースだったゆえにパブリックがおろそかになってたので活用する。たくさんの人数で戦った時のバフやデバフの表示上限にも手を入れていこうとしている。クエストの体験も向上させる。ストーリーに重きを置いているがシステム的なサポートはあえて極端にはしないようにしてきた。より快適にできるよう手を入れるがスケジュールが大変厳しいので欧州で話す。すみません。バトルコンテンツも進化させていく。長らくノーマルとサベージでやってきたがエバーコールドからその中間にあたる3つ目の難易度を追加する。ノーマルって 85% ぐらいクリアするがサベージは多くて 20%。それを埋めたい。もっと上を目指してほしい。報酬気になると思うけど、さっき新しいアイテムレベル成長概念を入れるとか言った通り、ノーマルとサベージの間をプレイしてギアを成長させるっていうルートも作るので、
で、どう遊んでもギアを成長させられるっていうのを目指していく。より多くの方にプレイできるように、当然ゼツもこれまで同様にちゃんと開発する。2番目の項目、アライアンスレイド。多くの方にプレイしてもらってるけど、長いと、時間が。なのでこれ、規模は下げません。進行方法を大胆に変えます。アライアンスレイドのボスとかを使ってギアを成長させていく仕組みを考えているので、日本で伝えさせて、新しいバトルコンテンツ、ぜひご期待ください。13年大変長らくお待たせしました。リージョン内フリーマッチングが実現します。ピュー、同一リージョンの全ワールドから自由にマッチング可能になる。これまで DC ごとにマッチングしていた複数 DC ある場合もまたがってマッチングする。パーティー募集も DC またいでできる。レイドの攻略が盛んな DC にワールドトラベルが集中するとか長らくご迷惑をおかけした。今回の進化によってワールド間テレポも自在にできるようになる。気になるのは Whenエバーコールドのリリースを待たずに 7.5 の途中でテストを開始する。まず日本で念入りにテストさせてもらう。バグなどをフィックスできたタイミングで順次展開。テストスケジュールは別途詳細出す。再びエバーコールドの内容に戻ろう。今回も2つ新しいジョブを追加します。ロールはタンクと物理レンジ DPS、スクリーンキャプチャーライナウ。2つのジョブ、どちらも14オリジナルのジョブ。どんなジョブになるのか想像しながら待って。1つ目のジョブは欧州です。開発中すぎて動画ができてないのよ。いつもだとジョブの話はここで終わりだけど、ジョブに関しても大きな進化が予定されてる。ざわざわしてきました。新たなジョブシステムとして、リボーンモード、エボルブモードという新しい概念が 8.0 で実装される。今までの14、7.0 に実装されたやつ、通常のバトルジョブは21、青魔含めて22ジョブある。今からのやつ、青魔と魔獣使いは対応してません。通常21ジョブを対象に説明する。今のジョブアクションをそのまま踏襲したのがリボーンモード。リミテッドジョブを除く全既存ジョブに実装。これに加えて 8.0 から既存21ジョブすべてにエボルブモードを実装する。リボーンと異なるジョブアクションローテを持つ。基本別物。より少ないキーボタン使用数になることを重視する。これを言うとイージーモードと勘違いする方もいるかもしれません。エボルブモードはリボーンモードを簡略化したものではない。現代のゲームプレイのプレイフィールに合わせるためにキーの数を減らしたり、パッドでより快適にできるようにしたりはしてるが、リボーンとエボルブは別。他社さんのスト2のクラシックとモダンを想像されるかもだが、そうではない。リボーンの竜騎士とエボルブの竜騎士、ジョブが倍になると思ってもらっていい。もちろん共通のアクションもある。ただし、それぞれ固有のアクション持ってて、ローテ変わるので、違ったタイプの竜騎士が生まれると思って。リボーンとエボルブは非戦闘中ならいつでも切り替え可能。レベルは共通、装備も共通。どちらのモードでもコンテンツクリアは可能な調整を行う。リボーンが存在するのは既存21ジョブ、新ジョブはエボルブしかない。エボルブの方がほんのちょっと強くなるつもり。開発パネルでナイトと白魔同士を紹介する。各種アップデートの話をしていきます。レベルキャップは110になる。前回100になった時にもうちょっと変えるって話もあったが、今回は素直に10上げることにした。トレハン、フィールドフェイト、モブハン、通常通り実装する。例えばフェイトは少し数減らしてでもよりダイナミックなものを作っていこうと思ってる。トレハンも新しいのを計画してる。ダンジョンもたくさんある。いつも通りの数実装していく。多数の新装備、新クラフトなんかも実装される。どのアートがどのジョブなのかなんとなくわかりますよね。ボスもこれまで以上に多彩に用意してる。8人レイド、何がテーマなんだよ。欧州ファンフェスで理由があるんで、ドドンと発表します。絶シリーズ継続してやっていきます。7.5 レイドレイター、プロミス、OK。PVP いろんな計画が進行中なのでまとまり次第お知らせ。コンサポ 8.0 から進化。これまで皆さんから2人でインスタンスダンジョンに突入したいってリクエストいただいている。それをカバーできるようなアップデートを予定。欧州ファンフェスで詳細。シリーズとしてアライアンスレイド実装される。どんなテーマのアライアンスレイドになるのか驚いてもらえると思ってる。目も耳もぜひ注目してご覧いただきたいです。8.1 から始まるアライアンスレイドはエヴァンゲリオンとの最大火力とのクロスオーバー。課題ではあるが、ゴースト・オブ・デザイア、複数回にわたるシリーズでお届け、スクエニコンテンツ作成、カラー監修という超強力タッグでお届け。僕自身が相当に濃いエヴァオタクなので、プレッシャーが相当強いが頑張る。40の世界で描かれるエヴァとの物語、ぜひご期待ください。たくさんお届けしてまいりましたが、エヴァコールドのご紹介いかがでしたでしょうか。8.0 動作環境に変更はありません。ただし、一つだけお願いがある。長らく我々を支えてくれたたくさんのゲームをプレイさせてくれた PS4 にお知らせ。8.0 では PS4 も大丈夫。ただし、システム的な容量、データサイズの限界が近づいている。パッチ 8.3 ぐらいまでは大丈夫。なので、あと2年ぐらいかけて PS5 へ少しずつ移行してもらえると。こっからは 7.5X シリーズもあるので説明。魔獣使いきます。7.56 でリリース予定。長らく引っ張ってお待たせしました。次の絶登場。絶妖精乱舞。ケフカをテーマに壮大なバトルコンテンツに仕上げました。例式とあんま変わんないんじゃない？この悪そうな顔見てよ。ネタバレしたくないので抑えたので、むちゃくちゃ面白く仕上げましたので、そもそも6でケフカを生んだ野村さんにも
もアーティストとして来てもらっている。今回のケフカめちゃくちゃボイスある。テツさんにはボイス収録もフォローしてもらった。この場でお礼申し上げる。パッチ 7.51、6.2 にリリース。配信も見てめちゃくちゃ盛り上がると思うので、中国版に続き韓国版もグローバル版と同期する。韓国の非課線の皆さん大変お待たせしました。中国版同期してレイドレース相当盛り上がったと聞いている。韓国版のプレイヤーの皆さんもぜひ楽しんで、7.5 からフリトラ範囲拡大、漆黒対応、ご家族、お友達誘っていただけると幸いです。プリーズ、スケジュールと代表的な実装内容、8.0 エバーコールド2027年1月発売予定です。どうぞお楽しみに。僕のファンフェスは半分ぐらい終わりました。この人にご登壇ご挨拶いただこうと思う。机に CEO、高橋桐生、フー、ウォッチンフォンフォン、I'm really exciting, thank you。とにかくですね、人が多いです。そして火力がすごい。吉田さん緊張しないんですか？緊張してますよ。ほら。もう一つお知らせ、いよいよ14、スイッチ2でお楽しみいただけます。発売、今年の8月。発売前に先行プレイ期間を設ける。先行プレイ期間は約1ヶ月。期間中無料。先行プレイ終了後に発売。プレイ料金言わなきゃいけないことある。これまでの14はパッケージプラス利用料金。スイッチ2はパッケージプラス利用料金。言いなし補足。スライドの意味がよくわかんなかったんですが、今 PC で14やってる時に加えてスイッチ2やろうとした時に PC 版の月額料金に加えてスイッチ2の月額料金もかかるって話と理解したんですが、違ってたら教えてください。ただし、任天堂スイッチオンラインに未加入でもプレイ可能。今は14でプレイ中ならスイッチでのプレイ料金が半額になる。これから新たにスイッチ2プレイするならパッケージとプレイ料金だけでいい。ご理解ご協力をよろしく。無線怖いから有線にしてるけど、最新の開発サーバーからやってます。携帯モードでいつでもどこでも遊べるのが売り。桐生さんご挨拶お願いします。英語ペラペラ、アドベンチャー、イエー、Thank you。オープニングに移ります。以降省略。以上です。皆さんの感想をお聞かせください。いつも以上にまとめが長くなっちゃったので、私の感想は近々動画化します。ところで14の要約動画を視聴いただいている方の 48% の方がまだチャンネル登録していないようです。近日出す私の感想や 7.5 の攻略動画もお見逃しのないよう 48% 側の方、チャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒。アジントタ